はい、皆さんこんにちは。65歳退職後の保険料と税金ということについてお話をさせていただく後編となります。知って得するお話、裏を返すと知らないと損するお話ですんで、最後までお聞きください。説明している保険料と税金の一覧の今回後編は、この黄色い部分の4番雇用保険料、それから5番の所得税、6番の住民税ということで、後半部分をお話しさせていただきます。4番目、雇用保険料についてお話しさせていただきます。退職したらこの保険料、雇用保険料の支払いは不要となり、今度は失業手当という形で受給できると。その手当の算出基準は、退職する前の半年間の給与金額を180日で割ると。180日というのは6ヶ月分ですね。ですから、半年分、1日あたりの金額を算出して、それに給与に応じた部率をかけて決定されるという仕組みになっています。これを知っておけばですね、退職前6ヶ月間は休日出勤してでも稼いでおけばよかったとなりますね。65歳を過ぎてからの退職では、雇用保険の加入期間が1年以上あった場合は、50日分、私の場合は約計算すると30万でした。1週間程度で受給できるということです。もう、ハローワークに行って申請したら1週間のうちにもう振り込み支給されるということですね。雇用保険の加入期間ということは、私は38年勤続してましたから、1年以上は優にあるわけですけど、50日分。ところがですね、65歳未満、誕生日を迎える前に辞めると、雇用保険の加入期間が20年以上あると150日分受給できるとなっております。私の場合計算するとこれ約70万でした。ただ、1週間でもらえるんじゃなくて2ヶ月後から、従来は3ヶ月後でしたけど、新型コロナの影響で2ヶ月後になっています。2ヶ月後からいっぺんにこの70万もらえるんじゃなくて、指定された認定日にハローワークで失業に認定を受けて、28日分の失業手当を受け取れるの繰り返しで受給できると。ちょっとややこしいんですけど、150日分を28日、約1ヶ月分ですから、5ヶ月間にわたって支給されるということですね。だから毎回、一月に1回はハローワークに行かないといけないということになります。今まで給与天引きされていた雇用保険料を逆算してみますと、今回この70万をいただいてもですね、私が給料から天引きされていた金額の半分しか取り戻せないと結果になっておりました。で残り半分はどこに行ってるんだろうとこう思うんですけど、受給期間中に2回以上の求職活動を行う必要があると。ハローワークに行ってパソコンで就職情報を閲覧したり、係官へ就職相談をしないといけないということですね。で、私は65歳じゃなく、65歳の誕生日を迎える1週間程度前の64歳の段階で退職しました。詳しくは、ここをまたリンク先と試算表を載せてますので、QR コードをスマホで読み込んでいただいて、皆さんご覧になっていただけたらと思います。続きまして5番目、所得税ですね。退職する時点、去年の10月ですけど、会社でその年の12月の年末調整はしてないんで、確定申告をすることで、所得税が還付されると、戻ってきます。会社員の時は毎年12月に年末調整を会社に提出してたんですけど、それが10月退職しましたので、年末調整をしてないわけですね。ですので、自分でやらないといけないということですね。結構な金額還付されたので、ぜひこれは皆さん、退職した翌年にはやってもらいたいと思います。翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告が必要ですと。申告書を税務署に持参する方法と郵送する方法があります。また e-tax っていうのを使ってですね、ネットで申請することもできます。
また2021年は新型コロナの影響で申請期限が3月15日ではなくて4月15日まで延長されているということです。来年以降はまた3月15日になるとは思うんですけどね。2020年の確定申告書、国税庁のホームページにからこれを申請するようになってます。次のページでお話ししますけど、2月5日にその申告書を郵送したらですね、2月25日には還付金が税務署から振り込みされてました。ですので20日後にはもうパッと振り込まれたということで、だいぶ早かったのにはびっくりしました。ここで大事なことはですね、2020年9月に会社に任意継続で支払った健康保険料ですね、15万円全額と、翌11月、2020年11月に支払った介護保険料約6万円を社会保険料控除として申請できるということですね。これで1万円ほど税金が多く戻ってきました。これ助かりました。2015年以降ですね、退職金を私は60歳の時退職金をいただいたんですけど、それを10年分割受給としてたんですね。毎年その確定申告をする必要があったらしいんですけど、再雇用で働いてたし、年末調整してましたので、会社で確定申告してるもんだと思ってたんですけど、過去5年分の確定申告を今回まとめて行いました。申請してから18日、1ヶ月後ぐらいに結構な金額が還付されました。これは非常に助かりました。過去5年間遡って確定申告ができるということなんで、これも参考になったらと思いまして、ここに記載させていただきました。1月に支払った11月から5月の住民税は、社会保険料ではないので、控除対象にはならないということなんだそうです。確かに住民税は社会保険料ではないんですけど、住民税も税金ですんで、これも控除対象にしてほしいなと思うんですけど、これもちょっと疑問です。また、私はマイナンバーカードを持ってますので、e-tax を使ってスマホで申請できますけど、パソコンで申告書を印刷して保管しておきたいなと思ったんで、税務署へ郵送する方法としました。マイナンバーカードを持ってない方はですね、マイナンバー通知カードと免許証のそれぞれのコピーを扶養親族分すべて添付する必要があります。だから事前に用意しておく必要がありますね。うちの妻は持っておりませんので、通知カードのコピーと妻の免許証をコピーして添付して報告しました。パソコンで国税庁のホームページにアクセスして、確定申告画面に進み、申告書の作成画面に進んでいくと、自動で控除を計算してくれますので、非常に便利でした。源泉徴収票を用意しておく必要もあります。入力方法は YouTube にいろんな人が掲載してくれてましたので、非常に参考になり助かりました。ここにその国税庁のリンク先、それからどのぐらい返ってくるとか、追徴課税っていうのもあるかと思うんですけど、大体還付されました。ここに QR コードを読み込んでいただけたらと思います。年金生活者が翌年の確定申告をすると還付されるのかどうか、ちょっとよくわかんないですけど、もし私が死んでしまったら、その確定申告はいくら妻でもしないでしょうから、その還付金は二度と取り戻せないお金となるんじゃないのかなと思うんですね。非常に疑問に思いますけど、国庫になるのかなというところですね。続きまして、最後の6番目の住民税です。所得が発生した翌年から発生し、納税期間は、これも生涯と。死ぬまでこれ住民税を払わないといけないと。これもどうかなと思うんですけど、しょうがないですかね。前年の所得に対して発生する税金ということなんですね。ここが非常にミソだと、翌年の6月から徴収されるという仕組みです。死んだ年の翌年に税金の請求が来るということになるわけですね。これどうかなと思うんですけど、1月から5月に退職する人は、会社をですね、退職する人は、最後の給与とか退職金から天引きされると。これは
どうせ払わないといけないんだったらやむなしですね。ところが6月から12月に退職する人は年金事務所から請求が来るので自分で支払いしないといけないということです。私の場合10月に退職したため自分で支払いしないといけないということでした。2021年1月19日、これ退職後3ヶ月経過してからですね、役所からその通知書、つまり請求書が到着したんですね。3ヶ月も遅れて住民税の請求書が来たということです。退職翌月の11月から翌年の5月まで、この6月から徴収されますから、その前の5月分までの約7ヶ月分の約10万円でした。わあ、こんな高い金額、見たらびっくりしました。しかも、10日後の2月1日までに支払ってくれと。ますます苛立ちが立ちました。7ヶ月間で10万でしたから、年額に直すと14万かなと思っております。翌年の5月までは、もう決定している金額ですんで、10月退職した方でもですね、給与から天引きできるようにできないのはなぜかなと、できる方があるんじゃないのかなと思うんですけど、これもちょっと疑問です。万一私が死んで、家族がその金額を支払わないといけないということで、この気持ちをですね、妻には知っておいてほしいものですね。私がここで死んだら、妻が払わないといけないわけですね。だから生きている私に感謝してほしいと思いますけど、私も死んでですね、その妻まで死んでいるとすると、翌年に来る、この翌年の6月に来るという住民では、誰が支払うのか。その時はもう親も死んでいると思いますし、遠くを離れて暮らしている、もう縁も遠くなった兄弟に請求が行くのかと。これもどうかなと思うんですけど、実際は私の年金からの総裁となるのかとは思うんですけど、翌年に徴収するという仕組み自体を改善しないといけないのではないのかなと思うんですね。亡くなった人の分をですよ、いくら税金だからといって徴収するんですかね。できるのかというところですけど、人道的にこれはいかがと思います。年金からの総裁とかっていうと、銀行の休眠口座が増える原因となるのではと、これもどうもしっくりこないところですね。この仕組みは改善しないといけないんじゃないかなと思うんですけど、介護保険は退職後1ヶ月したらもう11月には通知書が到着してたんですね。住民税はなぜ3ヶ月遅れて通知書が到着するのかと。忘れた頃に請求書が届くと、さらに余計苛立ちが立ちますよね。せめて次はこのぐらいの金額で、この税金の支払いが届きますというような案内ができるように何とかしてほしいと思うんですけど、そうは言っても、こちら側もその仕組みを知って用意しておく必要があるとは思います。また同じ区役所でですね、業務の標準化を図って、これ、介護保険も自治体であるし、住民税も同じ自治体、課は違うんですけど、同じ区役所ですよね。なんとかこう、改善できるように期待したいところだとは思いますけど。住民税の請求が来たでも分割支払いができるということですけど、国民年金保険料のように一括支払っても割引機能がないということですね。これもちょっと検討してほしいですね。一括払うんで割引をしてほしいとは思うんですけど、翌年6月以降分は年金から天引きされるとのことですということですね。これで死んだ後は相殺されるんでしょうけど、死んだ後のことは私ももうそれは分かんないですよね。ただ妻には迷惑かけないようにはしとかんといかんと思うんですけど、ここに詳しい情報と資産表ですね、いくらぐらい自分は住民税を払わないといけないのかということで、同じく QR コードをここに貼っておりますので、スマホで読み込んで詳しく見ていただけたら幸いに思います。今後65歳を迎える方のために参考になりましたら嬉しく思います。
それではありがとうございました。